皆さんこんばんは。本日は日本各地のストーリー創作プロジェクトパネルディスカッションをご覧いただきありがとうございます。本プロジェクトのプロデューサーの神谷と申します。どうぞよろしくお願いいたします。今年で23年目の開催を迎えた米国アカデミー賞公認国際短編映画祭ショートフィルムフェスティバル&アジアは総合テーマ日本人と自然のもとに縄文時代から現代まで続く日本の美を国内外へ発信し次世代へ伝えることでさらなる未来の創生を目指す日本博とコラボレーションしています。令和3年度日本博主催共催型プロジェクトとして、このシンポジウムでは、日本各地のストーリー創作プロジェクトパネルディスカッションと題して、プロジェクトにご参加いただいた作家の皆様をお招きし、執筆いただいた作品については、もちろんのこと、日本に眠る語り継ぎたい物語やその魅力、また日本の美についてお話ししていきたいと思っております。それでは、プロジェクトにご参加いただいた皆様に、順番にご登場いただきましょう。まずは、高橋久美子さんです。こんばんは、高橋久美子です。よろしくお願よろいししくお願いします。ます。はい。じゃあ、高橋さんのプロフィール、私の方から紹介させていただきます。高橋久美子さんは、作家、詩人、作詞家でいらっしゃいます。1982年、愛媛県生まれ、音楽活動を経て文筆家になられています。主な著書に小説集ぐるり、エッセイ集旅を住みかとす、詩画集今夜凶暴だから私などがあります。アーティストへの歌詞提供も多数されています。人形浄瑠璃を現代版に書き換えた創作人形劇の脚本や詩の朗読など様々な表現活動を続けていらっしゃいます。絵本の翻訳なんかもされてますね。はい。高橋さんには今回、沖縄が舞台で、メカルシーというお話を題材に、おかあの羽衣というタイトルの短編を執筆いただきました。本日はよろしくお願いします。よろしくお願いします。はい。続きまして、田丸正智さんです。田丸さん、こんばんは。よろしくお願いします。お願いします。はい。では、田村さんのプロフィールをご紹介します。1987年、高橋久美子さんと同じですね、愛媛県生まれでいらっしゃいます。東京大学工学部、同大学院工学系研究科卒、現代ショートの旗手として、執筆活動に加えて、松山市さんの主催の坊ちゃん文学賞などにおいて審査委員長を務めていらっしゃいます。また、全国各地で創作講座を開催するなど、幅広くご活動されています。著書にも、海色の瓶、おとぎカンパニーなど多数あります。メディア出演に、情熱大陸などもあって、たくさんのメディアでも特集されています。はい。田村さんには広島県に暮らす父と3兄弟が登場する作品、婚姻を書いていただきました。モチーフにしていただいたのは、毛利元就の3本の矢です。改めまして本日よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい。そしてお三方目は森名子さんです。森名子さん、こんばんは。よろしくお願いします。はい。森名子さんは1997年、神奈川県生まれですね。2019年にホッピーハッピーアワードにてブックカテゴリー優秀賞。ホッピー、美味しいホッピーですね。で、ブックカテゴリー優秀賞ですね。で、2020年には、ショートフィルムフェスティバルが主催する、ブックショートアワードの第6回で大賞を受賞されています。森名子さんには、熊本県の日の国祭りとそこで流される民謡、おてもやんを題材に、少女は踊るというタイトルの小説を書いていただきました。よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。はい。さらに本日はスペシャルゲストとして映画監督の井上弘樹さんにもお越しいただいています。井上さん、こんばんは。よろしくお願いします。よろしくお願いします。井上さんは、監督脚本作、あざがカンヌ国際映画祭ショートフィルムズフロムジャパン2018にて上映されています。2019年にはシネマファイターズプロジェクト第3弾映画、その瞬間僕は泣きたくなったの中の一編、魔女に焦がれての脚本と監督を務めていただきました。その他にも、我々ショートフィルムフェスティバル&アジアが、やってますクリエイターズ支援プロジェクトで、剛力彩芽さん主演の傷跡などの脚本や監督も担当していただいています。
そして、井上監督には昨年度、このプロジェクトで大前青さんに執筆いただいた福島を舞台にした小説、おばあさんの川を、原作に、した映画の監督を、していただいて、ショートフィルム化、脚本化していただいてます。井上さん、よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい。ショートフィルムおばあさんの顔は、後ほどこのイベントの中でも本編をご覧いただきます。はい、今夜はこの5名のメンバーで、シンポジウム開催していきたいと思いますので、皆さんよろしくお願いしまおす。願いします。お願いしお願いします。ます。はい。で、今年で2回目となる日本各地のこのストーリー創作プロジェクトなんですけれども、昨年は上田隆弘さん、大前青さん、高野裕太さんの3名に短編小説をご執筆いただいて、作品はすべて英語に訳して世界に発信していきました。さらに先ほど申し上げたようにおばあさんの顔を井上監督にショートフィルム化していただいてます。で、今年も3作品の中から1作品をショートフィルム化する予定となっております。そして改めてプロジェクトのご紹介ですが、今回の日本各地のストーリー創作プロジェクトには、主題として掲げている日本の美に加えて大きな特徴が2つあります。1つ目が特定の土地を舞台にしていることです。そして2つ目がその土地に伝わる物語をモチーフにしていることというこの2つですね。そこでまずは、作家のお三方に今回作品の舞台となった土地の魅力について、執筆を通して感じられたことだったり、もともと感じていらっしゃったことを順番にお話ししていただければというふうに思います。では、高橋さんからお願いできますでしょうか。はい。私は沖縄を担当したんですけれども、沖縄というともう自然だったり食だったり、その琉球王朝時代の文化だったりとか、平和への祈りだったりとか、本当にいろんな魅力が詰まっている県だなと思うんですけど、特に私が思うのは人の明るさとかのんびりさだったりとか、なんかナンクルナイサっていう言葉が全国でもみんな知ってるぐらい、なんか沖縄っていうとそういうなんか、のんびりさと強さみたいなものかなっていうのも思ったんですね。で、愛媛とか香川、私の地元にも結構島がたくさんあるんですけど、でそれで離島に行くのが結構好きなんですよね。で、沖縄のもですね、結構離島があって、で、プライベートでなんか那覇にずっとおるよりかは割と島に行くことが多いんですね。それでこの瀬戸内の海とまた全然違うんですよね、やっぱり。外海やから。なんか船が小説の中にも出てくるんやけど、船がもうほんまにすっごい揺れるというか、トンネルみたいな感じがする。そういう大きい海でをこう毎日行き来して、学校のその行き帰りで行き来しながら育ったらどうなんかなとか、こういろいろ考えながら、海とか水とかいうのを少しテーマに書いてみました。はい、あとはバンドしてる時にレコーディングでしばらく沖縄行ってたりとかもあって、でもめっちゃ湿気多いじゃないですか、沖縄って。だからなんかドラムの皮がすごいベコベコになって、でもそんなんじゃない感じのなんかパッションというか、すごいエネルギーが湧いて、そういうなんか細かいことじゃない良さが詰まった音楽ができた場所でもあります。はい。ありがとうございます。またちょっと後ほど詳しくお伺いできればと思います。はい。はい。で、田丸さんは、今まさにあれでしたけども、ご出身の松山での瀬戸内海、今お話ありました、瀬戸内海挟んで、向こう側の広島県を舞台に書いていただきました。はい、広島については、いかがでしたか？いかがですか？そうですね。やっぱりもともと、なんでしょう。やっぱ松山、僕は松山市内出身で、高校まで松山だったんですけど、やっぱりどっかちょっとした都会に行くんなら広島みたいな、ちょっとした憧れっていうのが僕の時にはありまして、で、当時も行ったのかな、中学校か高校の頃に行ったこともあったり、あとは家族の旅行で普通に小学校の時行ったりとか、で、松山と広島はフェリーでもつながってますんで、もともととっても身近に僕は感じていました。
で、あと、あれですね、宮島、学生時代とか宮島に行って旅行行ったり、尾道も行ったりとか、本当に何かとご縁があって、で、あとは平山郁夫さんとかも好きなので、平山さんの美術館も確かあったのかな、行ったり、そのために行って、ちょっと島の方にあったと思うんですけど、行ってみたりとか、本当に何度も足を運んでいる土地ですね。ありがとうございます。作品についてはまたちょっと後ほど詳しくお伺いできればと思います。はい。はい。で、続きまして、森菜子さんは熊本ですはい。ね。はい。熊本、いかがですか？神奈川県ご出身で熊本あとご縁はどんなはい。感じでしょうか？私は熊本には今まで2回個人的に旅行で足を運ばせていただいてまして、2016年に起きた震災の前と後でそれぞれ1回ずつですね、行っている、すごく思い出深く思っている大好きな土地です。で、特に熊本に対して感じる魅力なんですけれども、その熊本県ってその同じ県内でもその地域によって全然違う顔を見せるところがすごく魅力的だなと思っておりまして、熊本城が近くにある熊本駅とかその市内の雰囲気はすごく明るくって作品に登場もさせたんですけれども陽気な感じがあるんですけれども、少し足を伸ばして阿蘇の方とかに行ってみるともうガラッと空気が変わって、なんかすごい大げさな感じに聞かれちゃうかもしれないんですけど、すごい神聖な気持ちになるんですね。なんかその陽気、私今回おてもやんという総踊りといったちょっと陽気な日の国祭りっていうお祭りを舞台に作品書かせていただいたんですけど、そういう明るい文化が根付く一方で、その息を飲むような自然の美しさがそばにあるっていうその二面性がすごく魅力的な場所だなと感じております。ありがとうございます。なので、お三方とも、なんというか、ご出身で今回書いていただいた舞台がご出身であったり、なんというか、暮らしたことがあるというよりは、もう少し距離のある形で、作品について、執筆していただいたっていうようなところだと思います。ただ、今のお話で非常になんというか、旅先だったり、そういう形でのご縁で非常に深いものがあるのではないかというふうに思いました。はい。では続いては、その2つ目の特徴であるモチーフにした過去の物語だったり、で、今回ご執筆いただいた作品について、さらに、深掘りしていければというふうに思います。お一人ずつ詳しくお伺いして、いければと思います。これもじゃあまた、高橋久美子さんから、いろいろお話しさせていただければと思うんですけれども、じゃあ最初に僕の方から、お川の羽衣のあらすじを、ちょっと読ませて、ご紹介させていただきますね。はい。自宅のガレージで偶然、お母の大切なものを見つけてしまったルリは、母である前に一人の女性であった彼女の夢を応援したいと、願います。さらに、沖縄琉球芸能の組踊り、メカルシーを見て、涙するお母を目の当たりにし、ある行動に出ます。というような、あらすじですけれども、これは、琉球芸能である組踊りの演目、メカルシーをモチーフに書いていただいた作品で、メカルシは、天女の羽衣、羽衣伝説、よく知られている物語だと思うんですけども、と、非常によく似た、お話ですね。じゃあ、高橋さんにお話を伺っていきましょうか。まず、沖縄で、その天女の羽衣というか、メカルシがよく知られている物語というふうに、もともとって知ってらっしゃいました？いや、知らなくて、私、結構沖縄に行ってるんですけど、組踊りという伝統芸能があることも知らなかったんですよね。で、その、メカルシーは、羽衣能の羽衣とも通ずる、羽衣伝説のお話なんですけれども、これはほんとに日本全国いろんなところで伝承されている物語だと思うんですね。で、この組踊りは、その、300年続いている伝統芸能で、で、あれですよね、明とか清とかとこう貿易をする中で、その外交的にもその、披露をして、外から来た人に見ていただくみたいな、あれかな、芸能だったんですよね。うん。で、それを現代
小説に書き換えるということで、羽衣のお話でやっぱ肝になるところが、そっか、羽衣の話、そうですよね。メカルシーどんなお話かちょっと説明すると、えっとね、泉で天女が水浴びをしてるんですね、最初。で、そこで、メカルシーという、農夫が、なんて美しい人なんだというふうに見つけてしまいまして、この子と結婚したいっていうことで、羽衣を隠しちゃうんですよね。これがなければきっと天に帰れないぞということで隠してしまいまして。で、そこでもう、天女はどうすることもできない。で、しばらくは言い合いになるんだけども、もう仕方ないわっていうことで結婚して子供が生まれるって、これなかなか現代小説に書き換えるってなかなかやぞっていうのがありまして。で、娘と息子が生まれるんですよ。で、10歳の娘さんと、5歳やったかな、息子さんね。で、娘がある日かくれんぼかなんかして遊んでたら、蔵の中で羽衣を発見しちゃうんですね。これはなんだってなって、そしてお母さん、天女であるお母さんは、あったってなりますよね。羽衣あったってなって、そこでどうするかってとこなんですけど、私は天に帰りますと言うて、ほんまに帰るのお母さんつって帰るんですよね。そこのシーンとかが、ちょっと今ちょっとコメディックにやっちゃいましたけど、全然そんなんじゃないんですよ。すごくもう泣きながらね、何回もお母さんお母さんっていうようなシーンなんですね、この組踊りの中で。でも組踊りは、その琉球王朝の士族の中でずっと伝承されてきてた芸能なので、そのオーバーリアクションじゃないんですね。今やったみたいな、全然そういうことじゃなくって、淡々と演じられて、で、そうですね、身振り手振りもそんなになくて、で、耳で聞くものと言われているぐらい、見るというよりも、楽団が別にいまして、で、音楽を奏でる方、そしてセリフを言う方みたいに分かれていて、で、3つの、芸術が重なって、かなり立体的な芸術すごいなって思うんですけど、そんな風にして成り立っている、あんまり例を見ないというか、ちょっと、人形浄瑠璃私徳島で携わってましたけど、少し似てるかなと思ったし、能の羽衣もお面をかぶってますからね。だから顔色が変わらないわけなので、見てる人はなんかあんまりオーバーリアクションじゃないからこそ、想像するのかなっていうのも、いろんなこと想像しながら見るのかなと思いました。で、この、作品をやるにあたって、能の羽衣も少し見に行ったんですけども、能の羽衣もすごく水がテーマになっているというようなことをちょっと聞きました。で、水っていうのが心を映すものだっていうことだったり、水って全てのものを流してくれるっていうことであったりとか、だから、主人公の瑠璃ちゃんが毎日学校と島とを船で行き来しながら、そこでなんか、いろんなその心の動きだったり、いろんなことを考えたり、育ったりっていうのがあるんじゃないかなと思いながら、はい、島を、行き来するというようなところも結構テーマとして書いてみたんですけど。羽衣がこれ言うたらあれかな、でもね、読んでない人もおるけどいいんですか？羽衣はい。変かな？どうぞ。変ですか？羽衣を現代版小説では何に置き換えるかというところがほんとに悩みましたよね。で、それで私は過去にそのお母さんが昔、パティシエを目指していた時代があったと。で、そん時にフランスに留学するためのチケットが取ってあったと。それがあるんだけど、結局、そうだね、娘がお腹にできて行かないという選択をするっていうことで、その昔のチケットを娘が見つける、倉庫の中で見つけるという、そういう話、チケットを見つけた娘が、動く。そうですね、なんか女性が、そうね、え子供を産んだ後に、もう一回そういう風に自分の夢に向かって走る、
ことがあってもいいんじゃないかなっていうようなことも考えていたので、現代の方々にも響くかな、そういう風に届くといいなと思いながら、はい、書かせていただきました。ありがとうございます。はい。本当に今最後におっしゃっていただいたように、ネタバレにならないようにちょっと慎重に言いますけれども、その主人公のルリちゃんみたいな若い世代っていうのはすごく、なんというか、大人から夢を持て、夢を持てっていうような形で言われることが現実にも多いと思うんですけど、逆にその大人になったり、その今回特にその母親っていう風になったりっていう風になると、まあいい年してとか、夢なんてとか、母親なのに夢を追うなんてみたいなことが、まあ、ある種のその世の中的な固定概念だったり、まあ、圧力みたいなのが有形無形であると思うんですけど、それに対するこの作品は、まあ、一つのなんか答えというかアンサーになってるんじゃないかなと思ってまして、まさにおっしゃっていただいた通り、すごく昔の物語なのに、なんか非常に現代的な物語が、生まれたのではないかなというふうに私も思いました。じゃあちょっと、他の作家の皆さんにもお話、質問、感想を聞いてみましょうか。田丸さん、よろしいはい。ですか？このはい。作品読まれていかがでしたでしょうか？感いや、本想だったり。はい。当に素敵な一作で、森さんのもすごい、ありがとうございます。今回はもう2作品とも大好きな作品だったんですけど、本当にこの一作については、もう羽衣のこう、現代の持ってき方がなんて鮮やかなんだろうというので、ちょっと感動しまして、いや、先ほどだから悩まれたっていうおっしゃって、あ、そうなんだっていうのが意外だったんですああ、けど、まあ、今回何重もの、まあ、もうこれもあんまネタバレになるんですけど、羽衣っていうテーマが、あ、そういう捉え方もできた、なるほど、そういう捉え方もできたんだっていう、最後の最後まで一貫して貫かれているところっていうのが、とてもこう、現代に蘇ったどころか、こう、現代のやっぱ新しい一つのお話が今回始まっていったのかなと感じて、で、あとやっぱりこの、先ほど海とか水っておっしゃいましたけども、本当に景色が見えたっていうか、なんか自分も一緒にこの港まで走っているような、なんかそんな感覚があって、そしてそのシーンもまたラストでちょっとかかってくるっていうところで、あっと驚かされる、そして爽やかな読後感ということで、なんかなかなか移動もままならない中ですけど、なんか本当に主人公の方たちと一緒に、なんかその景色を体験したような気になりましたね。ありがとうございます。ありがとうございます。いや、嬉しいな。ありがとうございます。森さんはいかがですか？はい。本当に田丸さんがおっしゃっていたように、その羽衣の持ってき方がすごく鮮やかっていうのは私ももちろん感じたんですけれども、その高橋さんが一番最初におっしゃってたように、沖縄県っていう土地はすごく穏やかで、その明るいっていうイメージを持ってる方が多いと思うんですけれども、その今回の主人公のルリちゃんがネタバレあんまりしないようにいいんですけど、大切な家族とかお母さんのためにけなげに行動を起こしていく姿っていうのに、その自分自身の学生時代のその親離れする時の子供時代の終わりみたいなのを感じて、ちょっと寂しくもなる、沖縄の明るい空気とその寂しさが合わさって、なんか不思議な余韻が残る作品だったなってすごく感じました。ルリちゃんみたいな10代の方が読んでもきっと共感できると思うんですけど、そのルリちゃんのお母さんみたいな大人の方が読んでも、そのどこかでこの作品は私のためにあるんじゃないかってハッとするような、なんか人の心に寄り添う優しい作品だなってすごく感じました。ありがとうございます。じゃあ、井上監督にも感想を聞いてみましょはい。なんかモチーフが構成にすごい見事に生かされてて、なんか最後読み終わった後でなんか気持ちよさを感じましたね。で、あとやっぱり夢をちょっと断念した母親を、また、なんでしょう、娘が応援するっていうような小説をちょっと読んだことなかったので、すごい新鮮でしたし、これからこういう小説も増えていくのかなとかいうことを思わせていただけるような内容で、なんかすごい楽しめました。ありがとうございます。
ありがとうございます。皆さん素敵な感想をいただきまして。じゃあここで、日本各地のストーリープロジェクトでは、皆さんに書いていただいた作品、先ほどお話ししたように英訳して世界に発信していくんですけど、今回その翻訳者の方にも、事前にビデオメッセージで作品の感想をいただいてます。で、それを見ていただければと思うんですけれども、高橋さんの担当してくださったのはテリー・ギャラガーさんという方で、現在はアメリカのマサチューセッツ州在住で、日本にはおよそ10年住んでたことがあるテリーさんです。で、援助お父さんのセルフリファレンスエンジンをはじめ、柴田雅彦さんや山田恵美さんの作品の英訳も手掛けていらっしゃる方です。昨年はこのプロジェクトで上田隆弘さんの君たちを翻訳いただきました。じゃあちょっとテリーさんのメッセージです。ご覧ください。翻訳家のテリー・ギャラガです。そうですね。高橋久美子さんのストーリーをちょうど翻訳したところですけども、東京の立場から見れば、このストーリーを読んでですね、多分一番目につくのは、島の生活との相違点ですね。やっぱり沖縄県って違うなと。しかし、僕がこれを読んで、どこでも一緒だなと思うよ。もう20年余り日本から離れて住んでいるのに、これを読んで人間ってどこでも一緒だなと思う。時間の流れに乗って若い人が年を取ってしまう。夢を持ってそれを実現するか否かが勝負。それが人生だな。それがストーリーの中に出てくる。翻訳原稿が他のところ、妻にもこれを読んでもらって、非常に馴染みのあるストーリーだなと言うんですよ。ルリーっていう主人公のお母さんが若い頃、自分の夢があったのですね。ルリがそれが分かった途端、お母さんに対する同心に目が覚めたんですね。世代が違うけど、心が一緒。そして、ルリ自身が自分の夢って何だと、ちょうど決める時期ですよね。これが島人だからとか、日本人だからとか、そんなことではありません。普遍的なお話なんですね。どこの人だって一緒だな。この短編小説に出てくる琉球王国の伝統芸能、組踊りの話が出てきます。メカルシと。それが琉球王国の代表名作ですね。しかし、日本の能舞台とよく似てます。ギリシャ神話ともよく似てます。それが日本の美って言えますでしょうか？それとも普遍的な美ですか？その判断は人それぞれです。はい。ということで、テリーさんの、深いコメントでした。高橋さん、いかがですか、今のお話。いや、普遍的なお話ですねっていうのが、すごく、そうなんだなっていうのも、ギリシャ神話でもありというような、あるんだというようなこともおっしゃってたり、童話もね、さっき、話しましたが、なんでしょうね、日本的な美、それは普遍的であるからこそ残っている日本の美でもあるのだろうかというふうにもちょっと考えたりしましたね。はい。そうですよね。で、普遍的な美の一つの形が日本の美っていうことも、もしかしたら言えるかもしれないですね。はい。はい。いや、すごく皆様素敵な感想をおっしゃっていただいてありがとうございました。改めて今の話を踏まえて、もう一度読んでみたいなと、思いました。はい。では続いては、田丸正智さんに、はい、広島を舞台に毛利元就の三本の矢の逸話をモチーフにした作品、婚姻、書いていただきましたけれども、そちらについてお伺いします。はい。はい。では、私の方から婚姻のあらすじを、ご紹介させていただきます。病気になったという父に呼び出された3兄弟は、実家のある廿日市に向かいます。父は彼らに因島の職人に婚姻を作ってもらってきてほしいと依頼します。完成した3本の婚姻をきっかけにぎくしゃくしていた家族関係に変化が訪れます。というようなお話ですね。
3本の矢に関しては、非常に有名なお話なので、説明不要かなとは思いますが、田村さん、改めて3本の矢を、現代に置き換えてというか、二次創作するというような視点で、3本の矢を改めて読んだときに、なんというか、想像力は刺激されるものでしたか？そうですね。刺激もされましたし、やっぱり難しさをかなり感じたっていうのが、最初の正直なところで、こうモチーフがはっきりしているので、他の話もそうでしょうけど、今回矢っていうところで、それをじゃあ何かに例えるのか、矢っていうのを何かに例えて、現代の、それこそ人間関係3人っていうところに託すのか、でも何か物として、形として描かないと弱いなっていうところ、原作に負けるなっていうところがあって、かなり悩んだんですけど、でもやっぱりここはストレートに嫌だろうなっていうところ、に、たどり着きまして、で、僕は普段ショートという、アイデアストーリーを、なりわいにしているもので、普通の矢を巡るっていうよりは、じゃあ、ちょっと特別な不思議な矢があって、で、それを巡って、3兄弟、今回出てくるんですけど、3兄弟の関係が変わっていく、3兄弟の関係と、それと親ですね、の関係が変わっていく。それが、毛利元就が、託した何かっていうところに、つながればいいなとは思って書いてみました。ただ、やっぱりそのメッセージとしても、もともとのその3本の矢っていう、逸話は、現代からしたら非常にわかりやすいですよね。めちゃくちゃ要はっていうか、くくっちゃ、一言で言っちゃうと、結束の大切さということなので、で、そこをでも描かずして、やっぱこの二次創作が成り立たないなと思ったので、描きますよと、描きたいってなった時に、いや、でも、普通にこう、作品を書くと、なんていうんですかね、結末があまりに見えすぎているというか、展開があまりに見えすぎて、要は結束するんでしょっていうことになってしまうと、やっぱりちょっと面白みに欠けるなっていうところで、どう持続させていくかっていうのは難しかった点でした。ただ一方で、もともと盛り込みたかったことっていうのもありまして、その広島にご縁があったり、しまなみ海道も、愛媛側からはよく行っていたので、瀬戸内がすごく僕は好きなので、瀬戸内の情景、島の情景、しまなみ海道から見た景色っていうのはまず盛り込みたかったっていうところがあったりですとか、宮島もとても好きな土地なので、宮島、それから厳島神社っていうところも盛り込みたいなとか、盛り込みたい情景っていうのが僕の中でかなりもともとあったっていう。で、そこでさらに取材をさせてもらって、いろんなお話を伺う中で、それこそお話を伺う中でエピソード、情景も浮かんできましたし、なんか本当にそこに暮らしている広島で実際に暮らしてきた方、暮らしている方のなんか息遣いといいますか、こう温度って太陽みたいなところがなんか伝わってくるものが僕はありまして、で、そのあたりも含めて、今回もうストレートに家族の、絆といいますか関係性っていうところを描きたいなと。で、あともう一つ言うならば、最近ここ1、2年、老人ホーム、それ松山の老人ホームがメインなんですけど、書き方講座をやらせてもらったりとか、関係者の方のお話を聞く機会が、この1、2年でかなりありまして、で、自分自身も、最後のあり方とか、こうなればいいなとかっていうこととかを考える機会がおのずと多かったので、それで、寿命を全うしようとされている方から次の世代へっていうところ、なんかそこは描きたい、盛り込みたいなと思って、書いたそんな一作でしたね。ありがとうございます。なんというか、3本の矢ってちょっと、ともすればなんか説教臭い話にこうそうなってなんですよ。しまうリスクがあるかなと思うんですけど、そこが見事に払拭されていて、本当に素晴らしい作品だと思いました。じゃあ、ちょっと海外翻訳者の視点の
視点からも感想いただいてますので、はい。そちらもご覧いただきたいと思います。シャーニー・ウィルソンさんからのメッセージです。で、シャーニーさん、ニュージーランドご出身で、今、ロンドン在住ですね。日本に滞在経験もある方です。で、これまで江国香織さんの作品など数々の日本の小説も翻訳されています。昨年は高野裕太さんの火移りの食卓を、翻訳いただいた方です。では、シャーニー・ウィルソンさんのコメントです。田丸正智さんの講演は心が温まる不思議なお話で、私自身、親との関係性を深く見直すきっかけとなりました。また、時間に追われる誰もが、子供、親、兄弟、働く者の立場から感情移入してしまう作品だと思います。日本の美という視点では、世界遺産のある宮島や瀬戸内海をはじめ、地域の魅力や伝統がキラキラと映りました。それから、麺や目玉焼きなどを重ねる広島焼きの形も美しいと感じました。綺麗なだけでなく、ものすごく美味しそうです。また、登場人物が話すジャケなどの広島弁も臨場感や迫力がありました。広島弁はクールですね。物語の核となる毛利元就の三本の矢は、日本だけでなく、世界中で共鳴される教訓だと思います。現在、家族間でさえ、イデオロギーにより分断される社会に直面し、分裂して倒れそうな状況にあります。元就の教えは、三つよりの糸は簡単には切れないという旧約聖書の言葉にも重なります。つながりを求め、協力し合うことが今こそ必要なのではないでしょうか。田丸さんが三本の矢にスイスを加えたこの物語は、パンデミックによる孤立化、スローライフへの高まり、つながりへの欲求といった今の時代を反映させたまさにタイムリーなものです。改めて講演を翻訳できたことをとても誇りに思います。はい。シャーニーさんのコメントでした。田村さんいかがですか？いやー、ありがたいですね。ありがたいですし、少しでもこう、自分の描きたかった光景、広島の光景が、読んでくださった方、で、これからその海外の読んでくださった方に何か響くものがあればいいなと思いますし、それからやっぱり、興味深いのが、聖書に、旧約聖書に、似たようなと言いますか、エッセンスが近しい、エピソードがあるっていうことを、僕はちょっと恥ずかしながら今回初めて知ったんですけど、やっぱり、先ほど高橋さんの時にもありましたけど、世界中で、何かこう、共通する普遍的な、これは美じゃなくてお話ですけどね、お話というか、そうですね、お話の物語の何か共通するところがあるのかなっていう、本当に毛利元就の逸話ってなると、なんか日本っぽさすごくあるんですけど、でも、なんでしょうね、日本っぽい逸話から、なんか読んでくださった方、翻訳の方は、なんか聖書を思い浮かべるみたいな、なんかこう想像の連鎖がどんどんつながっていって、本当にいろんな読み方をしていただけるっていう不思議な感覚と、嬉しさとありがたさって感じを特に感じましたね。ありがとうございます。井上監督はどんなふうにお読みになりましたか？そうですね。今、田村さんのお話聞いて、なんかご苦労もなんか伺えて面白かったというのと、あと、やっぱり地域の雰囲気とか、なんかその土着性がすごく感じられる、ムードが感じられて、なんかその土地にいるかのような感覚がありながら、なんか SF 的な展開になっていくのがすごく面白くて、場面転換も鮮やかで、でもなんか父と子のエピソードが、どれも本当に愛おしくて、なんかそこ、エンディングに行く前に結構そこで僕感動しちゃいまして、なんかすごい楽しみました。はい。で、父親目線で過去振り返る設定もすごい面白いなと思いました。ありがとうございます。森さんいかがですか？はい。そうですね。やはり広島の臨場感とか、実際その土地に行ってみたくなる気持ちにさせられる小説だなっていうのをすごいまず感じたのと、あと確かにあったはずの家族との楽しい思い出とか、
あと子供時代に感じたこととかって、この大人になっていくにつれてだんだん新しい思い出に塗り替えられていくと思うんですけど、それがもちろん悪いことだとは思わないんですけど、なんか今回田村さんが書かれた作品は、なんかその忙しい現代を生きる方たちのこうなんていうんですかね、腕を引いてちょっと立ち止まらせてくれるような優しい作品だったなと思います。私も読むにつれてすごい感動して、すごい素晴らしい作品だったと思います。ありがとうございます。高橋さんいかがですか？はい、本当にあったかい気持ちにさせてもらえる作品でした。すごい面白かったです。で、例えば路面電車のお父さんが路面電車がある街中は車では運転しないみたいなこと書かれてたのも、すごいリアリティがあるなって思って、なんか松山も路面電車が走ってて、で私もなんか松山市内ではちょっと怖くて運転ができないみたいなのとかもあって、えそうなんですよ。ー、松山やったらなんか、そうか、田丸さんは多分もう慣れとんかもしれないですよいや、ね。でもわかります。ちょっと。わかります？はい、わなんかります。か、これほんまに行ってええんかなとか、ここ渡っていいんかなみたいなのがあって、ドキドキするから、松山はやっぱ電車で行くみたいなのがあって、なんかすごいそういう細かいところの臨場感が、リアリティがあって、で、あとやっぱ兄弟で旅するってないなって思ったんです、もう。家族で旅することもないけど、もう私も3姉妹なんですけど、いろんな地域に住みながら、そして姉は子供が何人かいてとかなると、兄弟だけで旅をするっていうことがないなっていう風なことも考えて、なんか、うーん、すごく広島に行ってみたいっていう気持ちと同時に、家族に会って、また旅を一緒にしてみたいなっていうような、自分のこう生まれた町だったりとか、足元かな、そこをもう一回見つめ直したいなと思いました。はい。ありがとうございます。いや、素晴らしい感想ありがとうございました。はい。では、続いてはですね、昨年このプロジェクトで大前青さんに執筆いただいたおばあさんの川のショートフィルムを、ご覧いただきたいと思うんですけれども、その前に、実際に監督された井上さんにこの作品の、見どころを、見る前にお勧めするとして見どころを教えていただければと思います。そうですね。おばあさんの川っていうのが、おっぱの川っていう、その福島の土湯温泉の付近で、伝わってる民話をベースにした原作をもとに、映画化したものなんですけども、ちょっと、皆さん、二次創作でご苦労なさったように、私も結構難しかったなっていうのはあったんですけど、だからどういうふうに、この作品を映画に仕上げるかっていうので、一つなんかその、民話がなんかちょっと怖さもあったりする。で、教訓めいたものもあったりしたので、ちょっとダークファンタジー調のエンタメ作品にしてみてはどうかと思って、この作品をそういう形で、方向性で、脚本書いたりは、映像を撮ってたっていう形です。はい。ありがとうございます。じゃあ、そのあたりにも注目しながら、おばあさんの川の本編をみんなで見ましょう。では、おばあさんの川の本編です。どうぞ。ここで私が一人になったの覚えてっけ？私がトイレ行った後。あの頃いろんな人に言い寄られていた時期で、そういうのうんざりしてたんだ。羨ましい悩みだ。何言ってるの、私の気も知らねえで。ここに行きたいんですけど。お姉さんって地元の人ですか？お姉さん。
私のこと知らねえのに近づいてくる男が多くて、内面よりも外見を興味本位で見てくる人ばっかり。どう振る舞っていいかわかんねえし、顔見られんのが嫌になってたんだ。男たちから逃げるためにこの中さ逃げ込んだんだ。その焦げさ気に入ったの？え？ずーっと見てたから。この表情ってどんだけまで証券しようとしたのかなって。焦げすの気持ちを知りたいのぎゃ。ただめんこいって感じでね気がしたから。おばあさんになれる皮あげっぺ。困ったことがあったらかぶってみ。そうすっと汚ねばだって目もくにえがらな。そん時はこの皮を手にする日が来るとは思わねがったんだ。福島の本社から移動してきた杉田さんです。向こうでは企画開発部にいたんだけど、ここでは企画営業部で働いてもらいます。では自己紹介を。はい。東京さ転勤しても同じ。変に期待感持たれるとうまく言葉さ出てこねえ。福島本社から来ました。部長、朝から立て込んでるんで早速彼女いいですか？そん時救世主が現れたんだ。忙しいのに形式的な挨拶やめてほしいよな。えあ、早速なんだけど今日中にイチゴの栽培データグラフ化していくつかの提案書に分かりやすく落とし込んでほしいんだけど。はい。河合さんよろしく。あ、同じ課の藤崎です。あのルックスでイケイケだから色つく時あるけど悪いやつじゃないから。その人は誰のことも気にしてねえ感じがして、どういう人なのかなって。それからも何がと目がけてくれることが多くて。お疲れ様です。お疲れ様です。福島の本社から来た杉田さんです。おお、噂は聞いてるよ。じゃあこの後別件ある人もいるんで早速ですが打ち合わせ始めましょうか。どうぞ。はい。まずは滝田種苗さんとの共同開発、アスパラガスの栽培の開発の進捗報告からしていきたいと思います。
きのミーティングありがとうございました。ああ、また自己紹介に時間取られそうだったからさ。助かりました。人前だと昔からうまく話せなくて。あんな風に見られるの嬉しくないよね。形は悪いけどうまいな。彼は温度管理システムイゲイゲっていうより最近増えてきまっました。すぐな人だって思い始めたんだ。それでは杉田さんがまとめてくれた福島でのイチゴの栽培データ見てみてください。あのさ、この後よかったらご飯でもどう？あ、いやもうそんな時間だし。すいません。引っ越しの整理終わってなくて。そっか。そうだよな。こっち来てからずっと忙しくさせてるもんな。お疲れ様でした。まっすぐすぎて何考えてんのかなって思うこともあったんだ。どうも。誰が？藤崎さんさ、転勤してきた杉田さんと仲良くやってるよな。羨ましいよな。まさかさ、狙ってんのかな。あの人身の程知らないからな。前もさ、営業の綺麗な人狙ってたもんな。そうなの？嘘。いや藤崎さんハート強いよな。強いや。いやすごいよ。本当。鋼。っていうお前も狙ってからね。そらほど何回も誘ってくんのから真剣なんでねえの？あってそんな立ってねえのに私を何を気に入ってんのかなって。じゃあどれぐらい立てばいいの？ちょっとねえ一回だけ会ってみれば？話聞いてんのけ？ちょっとその時ふとおばあちゃんのことを思い出して試してみたくなったんだ。困ったことがあったらかぶってみ。汚ねばだって面目にえがるな。
大丈夫ですか？ありがとう。どうかしました？待ち合わせ。いや、まあ、はい。まだ来てないの？はい。自分が強引に誘ったから直前で嫌になっちゃったのかも。だとしたら自分勝手じゃない？いや、ちょっと不器用な人なんですよ。だから許すの？気持ちよく来てほしいだけです。その子のどこが好きなの？どこが？そんな子のどこが好きか気になっちゃって。そうですね。顔かな。顔？はい。本当に綺麗な顔してるんですよ。顔に飽きたら何も残らないじゃないですか。そんな理由嬉しいと思いますか？いや、あなたその子の何を知ってるんですか？前にどこかで。あ、杉田さん。どうして分かったの？話してたら杉田さんに見えてきて。ごめんね。ごめんね。その皮くれたおばあさんに取り方聞くしかないかも。藤崎さんが私のことをどう思ってるのか、おばあさんになって気持ち探ってみようと思って。卑怯なことをした罰かもしれない。さっき俺おばあさんになった杉田さんと話して不思議と気持ちが素直になれた。顔は好きだけど
ひたむきに仕事に打ち込んでる杉田さんが気になって、でもっと知りたくなって誘ってた。ちょっといい？ごめんね。それで彼とは付き合うことにしたの？もうちょっとお互いのこと知ってからってことになってる。そっか。私自分のことばっかで近くにいる人のことを本当に分かってんのかなって。自分のこと知ってほしいから相手を見つめていくべって思ってる。川暮とおばあちゃん会ってみてえな。その焦げさ気に入ったの？はい。ということで、おばあさんの顔ご覧いただきました。はい。じゃあ、井上監督にちょっといろいろみんなでお伺いしたいと思うんですけど、冒頭、皆さんご覧いただく前に、いろんなご苦労あったというふうにおっしゃっていただきましたけども、ちょっとそのあたりからまず詳しくお伺いできればと思います。そうですね。はい。どうぞどうぞ。いや、まあなんか原作が結構日本の美を訴求するようなテーマもありましたし、あとルッキズムについても結構深くそういうエピソードも結構あったりしたんで、どこに焦点を持っていくかっていうのが結構シナリオを作るときに難しくて、プロデューサーの別所さんとかともいろいろお話しさせていただく機会がありましたね。はい。原作ものは結構あれですか？今回で2回目ですかね。はい。やっぱちょっとその窮屈な部分だったりっていうのはあったりするもんですかね。いや、そうですね。なんか、あと、なんでしょう。いや、そんなことないですけど。そうですね。その中で、いろんなテーマがある中で、日本の美っていうのは、ある種欠かせないような要素だっていうふうになってたかと思うんですけども、そのあたりを表現するにあたって、井上監督としてどのように演出されたのかみたいなところもお伺いできればと思います。
そうですね。このおばあさんの科で言うと、日本の美ってなんだろうなってやっぱ考えたときに、やっぱなかなか、どこに焦点当てるかっていうことが、やっぱりどうしても、どうしても考えざるを得ないようなことが多くてですね。だからやっぱり、オッパの川が、そういう民話がベースになってて、要は土湯温泉というか、その福島の地域について、やっぱ自分自身でやっぱ考えていこうというふうに思ったときに、やっぱこけし、そのビジュアル的にも日本の美として分かりやすくもありますし、その江戸時代からずっとこけしとが、その土湯温泉で有名だったりもしたので、要は片桐はいりさん演じる、おばあさんを、こけしの化身と自分の中で見立てて、そこでなんかそういう、あそこの地域に、で、そういう顔を授ける、こけしの化身というか、そういう、なんていうんですかね、ちょっと、地域に根付く神様というか、そういうものを自分の中で設定して、物語作って、なんかそういうことを、神秘的に、日本の美というか、なんかそういうものとして感じてもらえるような物語にできたらなとは思いました。はい。ありがとうございます。片桐はいりさん、すごいインパクトでしたもんね。そうです。高橋さんどうでしたご覧になって。いや、片桐はいりさん吸い込まれましたよね。もう引き込まれて、もすごいなっていうことと、やっぱ、マスクをつけてからの後半のテンポの良さっていうか、そこからダダダダってもう引き込まれていきましたし、マスク欲しい人いっぱいいそうやなって思ったんですよ、実際。だから民話欲しいっていうか、つけたいっていう気持ちになるなと思って、なんか人の本心を知りたいっていう思う瞬間ってやっぱり人ってあったりするし、今はそうですね、みんなマスクをつけてるじゃないですか。それともすごくリンクするなとも思いましたね。なんかそのマスクしてるから、あんまり表情分かりづらいとか、何考えているのかみたいなこととかもあるし、逆にこのマスクしてるから全体が分からなくって気軽に人と話せるっていうようなことも聞きますし、なんか現代を生きる、人たちの心にすごく、なんでしょう、はい、リンクする心が大きいなと思いながら、はい、とても面白かったです。ありがとうございます。じゃあ、田丸さんいかがでした？はい、いや、本当に面白く拝見させてもらって、いや、美しい映像とストーリーの面白さに惹かれたなっていうところで、やっぱりよくさっきルッキズムっていうことですけど、見た目で判断されることの、本人の切実さみたいなところが本当によく伝わってきたといいますか、そこからちょっと飛躍して、結局やっぱ羨ましいって人から僕自身も誰かのことを思っていても、やっぱりその人の中ではいろんな苦しさがあるんだろうなっていう、逆に誰かから見た自分もそうなんだろうなということがあったりとか、今回、一つのテーマとしては見た目っていうところでしたけど、それだけじゃない何かメッセージっていうのがいろいろ込められているなっていうのは見ていて感じた点と、あと、藤崎さんのしつこさを描かれた場面が僕はとても好きで、今めちゃくちゃしつこいなと思いながらも、ポップに演出をされているので、これ多分結構なしつこさだと思うんですけど、でも、ああやって描いていただけることで、どこか許せると言いますか、書かれている通り、ひたむきさっていうところが、まっすぐさですよね。ただ怖い、なんか、ストーカーチックなところってじゃなくて、なんか、ストレートな感じっていうところも伝わってきましたし、で、なんか、おばあさんに聞かれたときに、顔が好きだなって言っちゃうって、一言目がそれっていう潔さも、そう、僕は好きでしたね。ちょっとドキッとしちゃうと、でもやっぱそれをちゃんと、いや、その心があってみたいな、顔っていうか表情みたいなところだったみたいなことだと思うんですけどですね。あとやっぱり片桐はいさんはもう本当に掴まれまして、で、先ほどこけしの化身みたいだとおっしゃって、なんかやっぱり
東北の方、福島とかも含めて、そういう不思議なものを許容するような土地柄だと思うんですけど、本当にあってもおかしくないような、普段僕も不思議な話を割と書くんですけど、なんか本当にありそうな、で、会いたいような、会いたくないような、その怖いって意味で、でもちょっとやっぱ会いたいなっていうのが最後勝った、そんなワクワクするような一作でしたね。じゃあ、最後に森さん、いかがですか？はい、すごい楽しく拝見させていただいて、私も田丸さんと同じように藤崎さん結構しつこいなって感じたりとかしながら拝見してました。で、大前さんの書かれた原作小説の方ももちろん拝読した上で、今回映像作品拝見して、自分が小説を読んだ時に頭に思い浮かべていた映像とまた照らし合わせてその違いを再確認とかして、すごい楽しく拝見させていただきました。で、原作小説を映像化するってことに対して私がすごい魅力を感じるのが、今まで小説の中の物語だけだともう完全にフィクションなんですけど、それを映像化することによって本当に現実に起こり得るかもしれないってちょっとドキッと思わせてくれるようなところで、今回の作品はまさしく一歩不思議な世界に足踏み入れたらありえちゃうんじゃないかなっていうその塩梅がすごく見ていてドキドキハラハラと言いますか、すごく面白かったです。ありがとうございました。井上さん、皆さんの感想を聞かれて何かあれば。皆さん優しいなっていう。ありがとうございます。はい。でもそうですね、ちょっと皆さんの感想とはあれなんですけど、この、こけしがいっぱい並んでるところあるじゃないですか、冒頭で。あそこのお店の息子さんがたまたま大前さんが取材したお店だったんですよ。に取材してて、で、たまたまそういうロケハンに飛び込みで行った時に、息子さんがそういう取材をされたって聞いて、ご縁があったな。はい。それも不思議な、東北の不思議な話というか。ありがとうございます。もっと言った方がいいですか？いえ、大丈夫です。いや、もう非常に楽しませていただいたっていう。本当ですか？ありがとうございました。はい。じゃあ、続いては、森中さんに熊本を舞台にした作品、少女は踊るについて、詳しくお伺いできればと思います。はい。じゃあ、少女は踊るのあらすじをまた私の方から、紹介させていただきます。高校2年生のひまわりは、これといった夢も目標もなく、親友のすみちゃんと毎日ただだらだらと過ごすことに、焦りを感じています。そんな現状打破しようと、2人は地元熊本県の夏の風物詩、おてもやん総踊りに参加を決意し、というような、お話ですね。で、この小説では熊本県の代表的なお祭りの日の国祭り、その中の特におてもやん総踊りとそこで流される民謡のおてもやんが、モチーフに、されています。じゃあ、この作品について、まず森さんにお伺いできればと思うんですけども、これは、どちらかというと、そのおてもやんの歌詞の意味だったり、そのストーリーというよりは、民謡だったり、そのおてもやんという民謡曲だったり、祭りの存在自体をうまく物語に取り込んでいただいたっていう形の二次創作になっているかなと思うんですけども、じゃあ、まず最初に森さんにこの作品についてお話しいただければと思います。はい。私は今回、そうですね、熊本県の夏の風物詩である日の国祭りっていうお祭りのうち1日を使って行われるおてもやん総踊りっていう踊りを踊ることを舞台に作品を執筆しました。で、おてもやんっていうのが熊本県に伝わる民謡でして、で、簡単に説明しますと、女性の恋愛観とか結婚観がすごく陽気に描かれている民謡です。で、そんな、おてもやんを通して熊本で暮らす3人の女の子たちの姿を描く作品になってます。で、この作品を書いててすごく感じたのが、
もちろん熊本県の魅力を最大限に書きたいって気持ちが強くあったので、そこを生かそうという感じで書いたんですけれども、高校生とか10代の女の子で、でもテレパシーみたいにお互いのことが分かる友達っていうのが一人は出てくるんじゃないかなって私は個人的に感じているんですね。でなんかその熊本県の暑い夏、ひと夏を通してその10代特有の言わなくても伝わるって言ったらあれですけど、その不思議な感覚を描けたらなと思って、今回それを日の国祭りを通して描かさせていただきました。冒頭にお話もさせていただいたんですけど、私個人的に熊本県に2回くらい個人で旅行させていただいておりますので、その執筆しながら自分が旅行した地域のことを思い出して執筆して、すごく空想上なんですけど、また旅行するような気持ちで書けて、とても楽しく書くことができました。でとにかく読んだ方が前向きな気持ち元気な気持ちになっていただける作品にしようと思って書いて、最終的にもすごく明るい雰囲気の作品にできたので、皆さんに読んでいただいた皆さんにも楽しく読んでいただければなと思っております。すいません、こんな感じで。ありがとうございます。はい。じゃあ続いては皆さんから作品の感想だったり質問だったりいただこうと思います。じゃあ、田村さん、いかがでしたか？はい。本当に、これもそちらも一作も爽やかな一作で、もう本当にいい読書体験させてもらったなというのが、もう本当にそれに尽きるんですけど、この読んでいる中で、僕の地元の松山にも野球家踊りというものがあって、で、高橋さんありますよね、愛媛には。ありますね。はい。よよいのよいですね。よいの、ちゃんとしたやつっておかしいんですけど、がありまして、はいなんか大通りですね。で、みんなで踊るんですよね。で、なんか地域の人たちとか、それこそ飛び込みみたいな人もいらっしゃるのかもしれませんけど、なんかこう描かれているのはもちろん熊本の日の国祭りなんですけど、なんか自分の中の、そういったなんでしょう、地域の伝統的なお祭りっていうところがおのずと引き出されてきたというか、そこが読みながらなんか自分自身の体験とクロスさせていけたっていうのが楽しかったですし、あとやっぱりもう浮かびましたよね、情景が本当にこれやっぱ行きたいなと思いましたし、なんかもうこの日の国祭りって名前自体もかっこいいなって思って、たまたまなんですけど、僕この一作読んだ直後に全然違う手に取った雑誌かなんかで日の国祭りのことが書かれていて、いやすごい、これまた不思議な体験だなと思ったりもしながら、なんか多分このお話を読んで、まだ今現地でとかって難しいと思いますし、時期もありますんで、でも思いを馳せてまたこう再開された時には現地に行ったり、もしくはこう関連する資料とか本とか、雑誌とか読むと多分何度も味わえるなっていう、そんな印象の一作でした。ありがとうございます。そうですね、日の国祭りちょっと残念ながら去年と今年は中止になったっていうような話なので、来年はちょっとぜひ開催できるような環境になっているといいなと願います。あと岡崎先生が良かったですね。岡崎先生が。ありがとうございます。良かったですよね。スパイス。すごい好き。ありがとうございます。良かったです。高橋さんはあれですよね、その作品としてか主人公が同じ女子高生という設定そうなんです。が図らずもっていう感じだったんですけど、そのあたりも含めていかがでした？そうなんですよね。やっぱり自分の高校時代も悶々と悩んでたこと、頭で悩んでたことがいっぱいあったなって思って、で、この作品に出てくる子たちも、そして私の作品に出てくる2人の女子高生たちもやっぱり悶々と悩んでる部分があって、でもその友達がね、何かしら支えになってくれているっていう中で、この麦ちゃんの存在はすごいよね。一歩みんなよりも5歩ぐらい先行ってる麦ちゃんのかっこよさというか、なんか髪の毛染めといても、なんかそこで先生に怒られてシュンとするんじゃなくって、いや先生、これは許してよみたいなことをさって言える子って確かにクラスに1人か2人おったなと思って、こういう感じの子っていうので、なんかクラスの中の相関図みたいなものも浮かべながら、あの子やなとか思いながら、なんかそれが
森さんがきっと私たちよりきっと一回りぐらい、もっとかな、お若いですよね。高校時代がきっと近いからこそ、よりなんかこうリアルに描けてるんじゃないかなっていうのを思いましたね。先生の感じね。いつも怖い先生がそこでジュース差し入れとかもかっこよすぎるし、そこでなんかおてもやんにはそんな意味がないのさみたいなことをね、歌詞にはそんなないんだよっていうところとかも、そこでなんかさりげなくおてもやん総踊りのなんかことを説明、読んでる人に説明してくれるのも分かりやすいなと思ったし、なんかそうですね、やっぱ言葉ができる前から踊りとか歌ってあると思うんですよね。その言語がない前から音とかってあると思うんで、そのこう頭で悶々と考える時期だからこそ、高校時代とか中学生の頃って、だからこそなんかこうもう汗かいて無我夢中でもう意味とか分からずにただただ踊り続けるこの、なんかこうそうやな、踊るってやっぱりすごいエネルギーやし、なんかこれ忘れたらいかん感覚で、このお祭りっていうものがなんかすごいなんでしょう、みんなのなんか詰まってるものをザーって流していってたんやっていうのも思ったんです。1年間の間に溜まったものとかをザーってこうリンパ流れるみたいな効果があって、なんか心技体のなんか体の部分というか、そこ心も大事やけど、そことその体っていうのはすごいつながってて、でそれでなんか踊りまくってむちゃくちゃ我を忘れて踊ることで、そのなんか突破すること、突破まではいかんくても何かこう少し晴れていくっていうか、それがとても爽やかに、そして情熱的に描かれていて、とても面白かったですね。良かったです。高橋さんが翻訳された絵本の「ディアガール」っていう絵本の中にも「踊っちゃえ」っていうありますね。ありますよね。あれは踊っちゃえっていうね、もう考える前にまず踊ろうみたいなところって大事なのかもなって、盆踊りやっぱいいなって思いましたね。ありがとうございます。じゃあ井上監督いかがでしょうか。はい。私、福岡県出身で、同じ九州の物語っていうのでも、なんかすごく馴染みのある言葉と、やっぱ福岡も、やっぱどんたくとか、山笠とか、割とこう、祭りの街なので、その地方にとっての祭りのなんか特別感みたいなのが、なんかすごく、それとそれを、思春期の子たちの目線でどう描いてるかっていうのが、すごく自分が地方にいた時を思い出しながら読めたと言いますか、なんか、でキャラクターもそれぞれ、なんかすごく可愛らしくて、あと、先ほど高橋さんもおっしゃった、麦ちゃんが、もうなんか、スタイリッシュだけど、なんかその地元愛も持ってるっていうところが、またちょっと新しいキャラクターなのかなと思いまして、なんかすごく楽しく読ませていただきました。ありがとうございます。じゃあまた、翻訳者の方からもメッセージいただいてますので、エミリー・バリストレーリさんからのビデオメッセージですね。エミリーさんは2012年から東京にお住まいの翻訳家で、これまで角野栄子さんの魔女の宅急便だったり、森見富彦さんの夜は短し歩け乙女などの人気作も英訳されてます。じゃあエミリーさんのメッセージです。ご覧ください。こんにちは。森名湖の少女は踊るを英訳したエミリー・バリストレーリです。森名湖の作品を初めて読んだんですが、今回全体的に印象的だったのは、青春小説でありながら、女子高生の友情がテーマで、恋愛の話が出てこなかったことです。せめて男子に対する恋心は一切描写されません。そして自分にとって行ったことのない熊本と慣れない熊本弁に一歩近づく話にもなりました。びっくりしたことに民謡のおてもやんを実は聞いたことがあったんです。ちょうど10年前にリリースされたおもだかというアーティストのアルバムで、それこそ陽気な曲として登場しています。当時は何も調べなくて熊本県の文化だと全く知りませんでした。
改めていろいろなお手もやの聞いたり、歌詞の英訳を図ったりするのは面白かったです。そしてこの話の中で熊本城人にいろいろな景色がよく麦ちゃんという女子のカメラを通して出てくるんですが、今も2016年の地震から完全復帰を目指している南阿蘇鉄道から前は見えたが現在はなかなか見えない景色まで描写されます。やはり土地の美は大自然の協力を得て初めて楽しめるものだと考えさせられました。文化と自然の共演というか。では、まだ読んでいない方はぜひチェックしてみてください。今日はありがとうございました。はい、文化と自然の共演という素敵なキーワード出てきましたけど、森さんいかがでした？はい、ありがとうございます。まず自分の作品を英語に訳していただける日が来るなんてすごく夢みたいで、それだけですごく胸がいっぱいな気持ちであります。で、さっき先ほどおっしゃっていただいたように、前は見えたけど今は見れない景色っていうのが、熊本県に限らずいろんな地域であると思うんですけれども、私冒頭でもお伝えしたんですけど、震災がある前に一度行ってて、あった後も一度行って、でやっぱり以前は見えたけど今はなかなか見えづらくなっちゃってる景色っていうのを自分でもすごく体感してて、でそういうことを受けて特別熊本県に対して思いが強くあったので、なんか今回こういうの作品を通して英語に発信していただけることで、大好きな熊本の土地に少しでも何か貢献ができたらいいなと感じました。ありがとうございました。きっと熊本の方、お読みいただいたらすごく喜んでいただけるのではないかと思います。なんというか、あれですよね、最後、ひまわりは、なんというか、具体的に何か目標ができるとか、そういうわけではないっていうところがさらに、なんというか、いいなと思って、高橋さんの小説もそうでしたけど、なんというか、こう夢、別にそんな壮大な夢とかあったでもちろん素晴らしいことですけど、そういうのがなくても別に前向きに生きていけるじゃんみたいなことを、後押ししてくれるようなことを共通してお二方の作品読んで感じたので、なんかすごいそこが面白いなっていう、それが今っぽいのかなってもしかしたら思ったりもしました。はい。ありがとうございます。じゃあ、そろそろお時間迫ってまいりましたので、最後にプロジェクトにご参加いただいた皆さんに、今回の作品執筆を通して感じた、あるいは、それ以前から感じていらっしゃった、日本の美みたいなことについて、今日のシンポジウムだったり、いろんなトークも踏まえながら、ちょっとまとめ的なコメントをいただけたらありがたいなというふうに思っております。じゃあ、最初は高橋さんお願いします。はい。そうですね。やはり知らないこといっぱいあるんだなっていうことと、日本に住みながら、日本で生まれて住みながらだけど知ってることって本当にちょっとの中で生きてたんだなっていうのがあったから、すごく旅も好きなので、これからまたいろんな場所に行って、そうだな、食べたり見たり、そして踊りたいなっていう気持ちにもすごくなったし、いろんなところでまた知って、それをなんか伝えていけたらいいなっていうふうに思いました。ありがとうございます。ありがとうございました。田村さん、じゃあお願いします。はい。いや本当に最初は何でしょう、こう景色的なこと、分かりやすい美っていうところから、まずは入ったんですけれども、当然やっぱそれで収まるはずもなく、やっぱりそこに根付いている、人間ですよね。人の、個人でもあり、その個人同士が、人同士が関わることで紡がれたものっていうもの、それが雰囲気とか曖昧なものも含めてですね、なんかそういったものが全てやっぱり美っていうところと言っていいんじゃないかなと思いましたし、そういった日本の美っていうものはやっぱ景色ももちろんなんですけど、そこで生きる人たちが
紡いでいくものなんだなっていうのは改めて感じて、多分その意味では、今日も何度も出てましたけど、本当に世界中で、いろんな美があるんだろうなっていう中で、改めて今回、僕は広島という土地の美っていうのと向き合うことができたような、ちょっとですけどね、わずかですけど、でももっともっと知っていきたいなっていうふうに思いました。ありがとうございます。では、森菜子さんお願いします。はい、今回参加させていただいて、いろいろな作品に触れて、で、日本にはまだまだ私の知らない文化ですとか、根付いてる自然ですとかがたくさんあって、でそれはそこに生活する方がいらっしゃって初めて成り立つものなんだなっていうのもすごく感じました。で、美しさっていうのは人それぞれ感じ方異なると思うんですけれども、古くから語り継がれてきた文化とか伝統をまた語り継いでいくっていう行為そのものがすごく美しくて尊いものなんじゃないかなと私はすごく思いました。今回ご一緒させていただいて大変幸せでした。ありがとうございます。ありがとうございました。じゃあすいません、最後になりましたが、井上監督お願いします。はい。私そのおばあさんの川という映画を通して、シナリオ作りをしていくときに、やっぱり福島のことをいろいろリサーチしていく中で、いろんなものや、自然にも、物語というか、そういうものが根付いているんだなっていうことを知って、そのビジュアル的な美として、日本の中でも、また世界でも知られていることの中で、その裏には文脈というか、いろんなものがあって、それが先ほどちょっとその翻訳の方のお話もあったように、なんかその神話や、聖書の中にも出てくるような物語、共通しているものがあったりするので、日本の美で、世界にもなんか似たような美しい物語っていうのが、いろんな各地であるのかなと思って、今回私そういう映画をやることによって、そういうなんかそれ物語というか、その日本の美を知れたことが、すごい自分にとって得難い体験だったなと思いました。本日はありがとうございました。ありがとうございました。はい。では、そろそろ本当にお時間になってしまいました。で、最後にちょっとお知らせも兼ねてなんですけども、私たち、ショートフィルムフェスティバル&アジアは、今回のその皆様にご参加いただいている日本各地のストーリー創作プロジェクトの他に、今年から日本各地のストーリー公募プロジェクトというのも、開催しています。今ちょっとお知らせ出てますけれども、これは本日ご紹介した皆さんにご執筆いただいた作品と同じように、日本各地に伝わる物語の二次創作を一般の皆様から公募するという企画です。で、8月から募集を開始していて、すでにたくさんのご応募いただいているんですけれども、締め切りは、今年いっぱい12月31日までで、まだまだお時間ありますので、ぜひ今日のシンポジウムだったり、皆さんの作品読んで刺激を受けた方は、読んでいただくのはもちろんなんですけども、書いてみるということにも挑戦していただけたら、大変嬉しいなというふうに思っております。はい。それでは、こちらで本当に終了になります。高橋さん、田丸さん、森さん、井上さん、本日はありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。はい。それでは、これにて日本各地のストーリー創作プロジェクトパネルディスカッションは終了です。ご視聴してくださった皆様もありがとうございました。それでは、これで終了です。ありがとうございます。バイバイ。